あなたの周りにもいませんか？昔はそこまで差がなかったのに、なぜか賢くなっている人。仕事でも結果を出していたり、時間やお金の余裕も手に入れている。あれ、何が違ったんだろうって。僕も以前はそうでした。なかなか人生が好転しなくて、ずっと同じ場所をぐるぐるしている感覚がありました。でもある時気づいたんです。成長してさらに賢くなっていく人と止まったままの人の差は、あるものを手放していることが大きいことに。どうも旅する起業家のるきです。今回はこれを手放せる人は本当に賢い人というお話をしていきます。この動画を見終わる頃には、今よりもさらに成長できるマインドを手に入れているかもしれません。賢さの定義。まず、大人になっての賢さって、テストでいい点を取ることでも、いい大学に行くことでも、いい会社に入ることでもありません。今の自分より成長し続けられるか。これができる人を僕は賢い人だと思っています。誰かと比べるものじゃなくて、自分が自分を超えていけるか。これを今回の動画での賢さの定義にしています。賢い人は何を手放しているのか。今回の核となるこれって何かというと、今の自分へのこだわりです。人って無意識に自分はこういう人間だとか、自分はこう考えるとか、今の自分の考えや価値観を守ろうとします。よく言えば自分を大事にしている。でも見方を変えると成長を止めている可能性もある。仮に今の自分のマインドが結果につながっていない状態なのに、それにこだわり続けていると、こだわりじゃなくてただの執着に変わっていきます。これ例えると、自分はこだわってるんだけど、全然繁盛できてないラーメン屋さんの状態。明らかに結果が出ていないのに、自分はこだわってると味や運営体制をずっと変えない。結果に結びついてないこだわりは、こだわったままだと危険で、ラーメン屋だと赤字が続いて倒産してしまいます。賢い人は、この今の自分へのこだわりを手放せるから、柔軟に新しい考えを取り入れて、思考をアップデートして、さらに賢くなっていきます。ここまで聞いて、自分はもう手放せてるなと思った人は、この時点でかなりいい状態だと思います。でももし、まだそこはできてないかも。今よりさらに成長したいなと思った人は、ここから先がかなり重要です。なぜ今の自分を手放せないのか。昔の僕が成長できずに人生がなかなか変わらなかった時期を振り返ってみると、正直成果も実績も当時は全然出せてなくて、だけど自分より成果を出している先輩や経営者の人に会って鋭いアドバイスをされた時には、いやでも自分はこう思う。けどそれはあなたの倍でしょうとか、内心腹立ったりして根拠のない自分のこだわりやプライドを持ってたんですよね。今の自分を否定されることの怖さというか、人は人、自分は自分みたいな解釈を都合よくしていたのはあります。次はこの時の僕の中で起きた構造を見ていきます。今の自分にこだわってしまう構造。人って基本的に自分を否定するのが怖いんですよね。否定したくないし、されたくもない。だから無意識に今の自分を守ろうとします。これって自分のことを大事にしたいし、当然のことでもあります。当時の僕もそうでした。自分よりも結果を出している人との意見とは、理屈では分かってるんだけど、自分自体を否定された気分で、素直に受け入れられなかったり、むしろ反発してしまう。これ、ただ性格が頑固やプライドが高いという問題じゃなくて、心理学では認知的不協和と呼ばれる現象なんです。自分の考えと違う情報に触れた時、人は強いストレスを感じます。なので、そのストレスを避けるために、いやでも自分はこう思うとか、それは自分に合わないとか、無意識に今の自分を維持できるように自己正当化してしまうんです。そして心理学でダニング・クルーガー効果というものもあります。1999年に研究者のデイビッド・ダニングさんとジャスティン・クルーガーさんが行った研究なので、二人の名前を合わせたダニング・クルーガー効果という名前がついています。ビートルズでいうレノン・マッカートニーみたいな感じです。二人が行ったコーネル大学の研究で、テストの後に自分はどれくらいできたと思うかを生徒に聞いたところ、成績が低かった人ほど実際よりも高く自分を評価していて、逆に成績が高かった人ほど自分を低く見積もっていたんです。簡単に言うと、能力がまだ低い段階の人ほど自分を過大評価してしまうという現象です。逆に賢い人ほど自分の足りなさに気づいているということでもあります。これは古代ギリシャの哲学者ソクラテスも無知の知という言葉を残しています。自分はまだ知らないことがあると理解している人ほど謙虚に学んで本当に賢くなっていくという考え方です。逆に自分は分かっていると思い込んでいると、人は学ぶことをやめてしまって、それ以上の成長はなくなってしまいます。
これを当時の僕に当てはめてみると、成果は出てなかった自分がいます。そんな時に自分より成果を出している人の意見を聞いても、認知的不協和が働いて反発や拒絶したくなります。で、ソクラテスの無知の知の逆で、知らないことをちゃんと把握できていない状態で、ダニング・クルーガー効果の自分より成果を出している人よりも自分の判断の方が正しいと能力を過大評価して勘違いしてた状態。その結果成長することもなく、なかなか人生が変わることもなく、同じ日々を繰り返していました。では僕がその殻をどう破っていったのか。次はこの動画ですごく大事な具体的な実践編を説明していきます。最短距離で自分を成長させる具体的な4つの方法。ステップ1、今の自分へのこだわりに気づいて手放す。まずやることはシンプルで、今の自分の考えや日頃の行動を一度客観的に見てみること。この客観的に自分を分析することをメタ認知って言います。今の自分の全部を否定する必要はなくて、合ってるものは残す。成長につながらないものは手放す。家の不要品を断捨離する感覚に近いです。今なら AI も使えるので、メタ認知が難しい人は自分の日頃の思考や習慣を一度アウトプットしてみて、この行動やこの考えは残すべきか、手放すべきかと AI に聞いてみるのもかなり有効だと思います。僕の場合で言うと、人生を変えたいと思いながらも、仕事が終わって帰ってきて、ドラマや映画をダラダラ見たり、休日は普通に遊んでたんですよね。この人生変えたいという目的と、実際の行動が違う矛盾。まずここを手放しました。次に根拠のないプライド。正直、当時の僕はプライドが高かったんですよね。でもその時のプライドって成果につながってたのかって考えたら、全くつながってなかったんです。だから手放しました。ここでもう一つ大事なことがあって、人ってやっぱり今の自分を否定されるのがどうしても怖いんですよね。自分の存在自体を否定してしまうんじゃないかって思ってしまう。だからここで止まる人が多く、手放すことを躊躇してしまいます。でもイメージとしては蝶に似てて、最初は幼虫で、そこからさなぎになって、蝶になって飛べるようになりますよね。大事なのは、幼虫の段階の自分を守ることじゃなくて、蝶になる自分を信じることです。幼虫のままの自分を守ろうとすると、蝶にはなれないし、空も飛べずにできることも限られます。だから一度、幼虫の段階の自分を認めた上で、空を飛べる蝶になれる自分を信じるんです。これができると、幼虫段階の自分への無駄なこだわりやプライドって自然と手放せるようになります。むしろ手放さないと蝶になれないからです。ステップ2、自分より賢い人の思考に毎日触れる。次は自分の考えじゃなくて、自分よりも結果を出している人の考えにひたすら触れること。昔の僕は目立った成果を出していないのに、自分の頭の中だけでずっと考えて、判断して、同じ思考の中をぐるぐるしてたんですよ。でもそれってこれまでの自分の思考の延長に今の現実、結果があるわけで、それ以上の結果はないんですよね。だから一度自分の外にある上のレベルの思考を取り入れることにしました。本でもいいし、今なら学びになる動画もたくさんあるし、実際に自分より成果を出している人に会って話を聞くのもいいと思います。とにかく毎日自分より上の人の思考に触れることです。ここで同時に今の自分と同じレベルもしくは挑戦するあなたの足を引っ張るような人がいたら距離を置くとさらに加速します。人はどうしても関わる人の考えの影響を受けるので、関わるべき人の精査もこの段階で行いましょう。ステップ3、その思考をそのまま行動で真似する。正直このステップ3でほとんどの人が止まります。思考に触れるまでは多くの人は動画を見たり本を読んでできてるんですけど、いざ行動になると、いやでも自分はこう思うとか、これは自分に合わないとか、忙しいとか、また今の自分のこだわりが姿を現します。昔の僕も完全にこれでした。学んでるつもりで結局自分流に変えようとするんです。これ例えると、ジムで体を鍛えたいのにパーソナルトレーナーの言うことを聞いても、いや自分はこうするって自己流でやるようなもんなんです。その結果、ちゃんとした器具の使い方や正しい姿勢、トレーニングの頻度が分からずに筋肉がちゃんとついていかないみたいな。こうならないようにステップ1で今のいらない自分のこだわりは全部断捨離しておいてください。仮にまたこの段階で今の自分のこだわりが出てきたら、そこに根拠と勝算はあるのかを冷静に考えたり AI で客観的に分析してみてください。必要じゃないこだわりならもう一度手放しましょう。余計なことを考えず自分の考えを挟まずにそのまま真似する。最初は違和感あってもいいし、しっくりこなくてもいい。とにかく一度 100% コピーする。ステップ4、続けることで思考そのものが書き換わる。やってみるとわかるんですけど、最初はめちゃくちゃ違和感あります。これ本当に合ってるのか、本当に効果あるのとか、自分らしくないなとか、でもそれ正常です。むしろその違和感があるってことは今までと違う思考に触れてる証拠なんですよ。違和感がない方がおかしいです。
で、それを続けていくと、あるタイミングから普通になっていきます。僕の場合は、習慣でいくと、瞑想や読書や散歩、筋トレを取り入れました。最初は退屈で、こんなこと意味あるのかって思ってる時期もあったんですが、徐々に自分の思考が変わっていって、全然苦じゃなくなって、むしろしてない方が違和感あるようになっていきます。ここまで来ると、もう無理して真似している感覚じゃなくて、それが自分の新しい基準になっていきます。僕が当時なりたい上のレベルの人たちは、自分のビジネスを作ったり、投資をして資産を増やして自分の選択肢を増やしていました。じゃあ自分もそうしていこうみたいなマインドになって行動を始める。次はどこにチャンスがあるのかを探し始めて、チャンスを見つけてからは会社を辞めて起業に動いてました。そして最後に大事なのが、結果が出始めたらちゃんと認めること。できるようになってきている自分をちゃんと受け入れる。習慣を続けれている自分を認めて、仕事で結果を出した自分を称賛する。そこからさらにできることを増やせる自分を信じていく。成果につながってないこだわりは手放す。これができると、さらに次の成長につながっていきます。まとめ。本当に賢い人が手放しているのは、今の自分へのこだわりです。今の自分を守るのか、それとも未来の自分を信じるのか。この選択でずっと成長していける賢い人になるのか、止まったままの人なのかが決まります。僕は前の自分へのこだわりを手放したおかげで、いやいや働いていた会社員生活から起業して夢の海外移住を実現し、今自分の時間を自由に確保できて、この動画を今あなたに発信できてます。あの時もし手放さなかったら、今もあの頃と変わらない生活を送っていた可能性が高いです。手放すことはむしろチャンスです。今回の4つのステップをもう一度見てみて、実践できることから試してみてください。最初は真似でいいです。でも続けていくと、気づいたら進化した自分になっています。あなたの成長を応援しています。僕もまだまだ成長途中なので、一緒に今の自分よりもさらに賢くなって成長していきましょう。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。